Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消えがして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house my lens 見つけたよ心が安らぐ my home my home Inter FM 897 Yuta at home みんなおかえり。インターFM897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。はい、皆さんお久しぶりです。最近の僕ですが、皆さんね見てくれたと思うんですけど、カウントダウン TV、初めて出演させてもらいました。パチ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 。皆さんどうでしたか？よかったですか？初めてこうね、ギンミーギンミーを、カウントダウン TV で、披露させてもらったんですけど、まあ日本のファンの皆さんには一つこう恩返しができたかなって自分的には思ってて、やっぱりこう今まで応援してくれてて、なかなかこう地上波で僕たちのねパフォーマンスを披露する機会がなかったので、こういう形でみんなの前でこう披露できてすごい良かったなと思ってますし、何より自分の夢目標の一つでもあったこういう昔から見てたカウントダウン TV に出て、そのパフォーマンスとしてすごい自分的にも夢が一つ叶ったなと思いました。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。これからも皆さん応援よろしくお願いします。ということで僕にどんどんこれからも皆さんの声を届けてほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jpゆうた897@interfm.jp です。そしてですね、僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他今僕が皆さんに届けたいいい曲をたくさん、今夜もオンエアしていきますのでよろしくお願いします。ということでまずは1曲目を皆さんにお届けしようと思います。1曲目はですね、 NCTU で Dancing in the Rain。Yuta at home インターFM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCTU で Dancing in the Rain でした。皆さんラブホリックアルバム届きましたでしょうか？皆さんみんなに僕らの愛が届きましたか？ジャパンセカンドミニアルバムラブホリックがおとといついにリリースされました。ありがとうございます。このアルバムがやっとみんなに届けられて本当に嬉しく思っています。1年10ヶ月ぶりのアルバムということもあって、何よりこうファンのみんなと今直接会う機会がない中で最高のプレゼントになったかなと思ってます。今回のアルバムがですね、愛をテーマにしたアルバムなんですけど、このアルバムを聴いてですね、少しでも、みんなの中にある温かい愛を他の人にね分けてあげてほしいなと思ってます。そして今回韓国語のねキックイットも収録されてるんですけど、実はこれエピソードがあってですね、ギンミーギンミーとちょっとねつながってるんですよね。歌詞の中にネゲンノーモートラウマっていうねキックイットの歌詞があるんですけど、それとベイビー手に負えないトラウマっていう歌詞があるんですけど、それがちょっとつながってて、一人の男性がこの愛を通してトラウマを克服して前に進んでいくというストーリー性のね曲になってるんですけど、なので、その歌詞のねつながりなどにも注目しながら聴いてみてほしいなと思います。また違った形で、この曲が見えてくると思います。それではラブホリックから1曲をお届けしようと思います。 NCT127 でリップスティック。そしてですね、ブルーレイ、フォトブック、そしてグッズなども皆さんも手に取っていただきましたか？今までのね僕たちの、日本での活動が全て詰まった映像になってますので、まだ見てないよっていう方はねぜひ見てほしいなと思いますし、もう見たよっていう方もねたくさん見てほしいなと思います。それではラブホリックから2曲紹介しようと思います。
NCT127 で地下ブンブン。そして Right Now。 Right now, right now, right now. Yuta at home. インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で地下ブンブン、そして Right Now でした。それでは先々週に出題したユータクイズの正解発表からいきたいと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画ですね。もう5回目なんですけど、5回目の出題は中学生の頃にあるものが多すぎて、あるあだ名をつけられていました。そのあだ名は何でしょうでしたね。今回もねそこそこ正解者の方が多かったですね。っていうことは俺と一緒のあだ名をつけられてた人がいるっていうことですね。じゃあ正解を発表しようと思います。正解はですね、ヘルメットでした。はい、ヘルメットね。なんかよくほら学校でさバーって登校して朝一によく友達に言われてたのが、あれなんで帽子つけてんのっつってで、いや誰がやねんっていうね、よくこのツッコミノリツッコミがあったんですけど、よくねヘルメットって言われてましたね、中学の頃とか小学校の頃は。ということで見事に正解された方の中からここで一部ですがお名前を僕が読み上げていこうと思います。クイズ正解者、やすさん、コロさん、イルカさん、モナカさん、カオリンさん、リナちゃんさん、リカさん、レイカさん、ヒーロさん、アイさん、おみよさん、リコリコさん、スンさん、ユカさん、草を植えすぎさん、癖名前の癖、草を植えすぎさん、おめでとうございます。その他の正解の方々、お名前はね紹介できなかったんですけどおめでとうございます。もう早いものでもうユータクイズももう6問目ですね。果たしてユータ博士は誕生しているのでしょうかということなんですけど、じゃあ第6問目いこうと思います。第6問目はねこれねすっごいみんなにもやってほしいことなんですけど、僕ユータが最近こうなかなか外に出れないじゃないですか。外に出れないからこうご飯頼む時とかもやっぱ宅配で頼むのよね。ウーバーイーツみたいな感じで頼んだり、やっぱ配達とかも郵便で全部してもらうからこう電話をする機会が増えたんですよ。でこう電話がかかってくるじゃないですか。でオペレーターの人と喋るじゃない。喋る時に僕ユータが絶対にそのオペレーターさんに言うことがあります。言ってることがあります。でそれを続けてるんですけど、それはユータは何をオペレーターさんに毎回言っているでしょうかというクイズですね。はい、これはねみんなにもやってほしいですね。なんでかっていうとオペレーターの人は俺がラジオやってるからもっとこう感じたんですけど、声だけの仕事ってすごい大変じゃん。このどう伝えるかとかこの声のトーンとかね。だからそう自分がラジオをしながら思ったことを言ってほしいなっていうことをオペレーターさんの方には、伝えるようにしてます。これめちゃくちゃヒントです。はい、ということで正解は2週後の放送で発表します。2週後ということは3月ですよね。あれこの番組は2月までの期間限定だったのでは。どういうこと？あれということは、はい、詳しくは番組の最後にお伝えしますので、とりあえずね今俺が出した質問分かったという方は答えをメールかツイッターに書いてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。ここでお送りする曲を1曲みんなに紹介しようかなと思うんですけど、よくねゆうたロック好きなんでしょってでワンオクロックさん流してよって
っていう声があって、あ、そうか、ワンオクロックさんもよく聞くから、その中から俺が一番好きな曲ね、 We Are っていう曲なんですけど、その曲を紹介しようと思います。ワンオクロックで We Are。 インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはワンオクロックで We Are でした。それでは次のコーナーに行きたいと思います。ゆうたのベターデイ。このコーナーはですね、皆さんからの質問だったりお悩みに僕ゆうたがお答えしていくコーナーになっています。それでは早速なんですけど、一人目の、質問者さんのメッセージをね、読み上げていこうと思います。ラジオネームキコさん。ゆうたくんこんばんは。こんばんは。ゆうたくんにラジオを通して会えることが1週間頑張るエネルギーになっています。ありがとうございます。いつも楽しい時間を本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ面白いって言っていただいて本当に。ゆうたくんに相談があります。私は高校1年生なのですが、学校で自分の将来について考える時間が多くなり、友人たちもはっきりとした将来就きたい仕事、そのために行きたい大学がどんどん決まっている中、私はなかなか決めることができません。興味のあることを調べてみたり、今習っているピアノを活かせる仕事を探してみたりしていますが、正直好きなピアノも将来役に立つかもしれないというあやふやな理由で続けている自分に嫌気がさす時もあります。自分の将来を決断する勇気が出ません。ゆうたくんがこんな状況だったらどうしますか。最後に千鳥が好きなゆうたくんにおすすめの芸人がいます。トム・ブラウンというコンビです。アナグラム研究所とかゆうたくんがハマりそうです。ありがとうございます。トム・ブラウンさんですね。ぜひ見ます。ぜひ見てくださいねってありますね。ゆうたくん大好きですということですね。ありがとうございます。今高校1年生か。高校1年生の時に俺はあれだから韓国に来たからね、ちょうど悩む時期だ。高校1年生で自分の将来について考える時間、そっか。で決断する勇気が出ないと。どうだろうね。決断する勇気が出ない。別に多分ね、やりたいことが多分まだあやふやな状態だから、そんなに突き詰めて考える必要はないかなって思いますね。なんかさ、こういう質問されてる方多分こうめちゃくちゃなんかやらなきゃと思ってるんだけど、何をしていいとか何がしたいっていうのが多分あやふやな状態だから、別にそこまでやらなきゃなんかしなきゃって思わなくても多分いいと思うね。それよりもう一歩引いてそのちょっと自分を客観的に見るというか、そんなに突き詰めなくていいよっていうのは言ってあげたいですね。高校1年生でしょ。まだまだ全然いけます。なんでね、友達と遊んで、そっから勉強もしっかりして、自分のそのやりたいことだったり将来を見定めて、しっかり一歩一歩ステップアップしていくっていう形でいいと思うんですよね。だからそんなにこういう相談をされる方にいたのは、全然なんていうの、切羽詰まらなくていいよ。まだ16でしょ。全然大丈夫だから、しっかり今遊ぶときは遊んで、でしっかり勉強もして、自分の好きなものを一個一個、この興味があることちょっとずつね進んでいったらいいと思います。ありがとうございます。トム・ブラウンというコンビはぜひ見ます。キコさん頑張ってください。ということで次の、相談いきたいと思います。ラジオネームイリチル沼の底のカホさん。名前の癖がすごいな、みんな。ゆうたくんこんばんは。今週もこの金曜日のゆうたくんと過ごす1時間をどれだけ待ちに待ったか。ここでゆうたくんに相談です。私は小さい頃からいろいろなアーティストさんを見て、ダンスをめっちゃ軽くですが真似をすることが好きです。だけど本格的に習ったことは今までなく、ダンスを一回本気で習ってみたいなと今までずっと心のどこかで思っています。私は今年の春から大学生なのですが、ダンスは大学生から始めても遅くないと思いますか。ゆうたくん、なかなか行動に移せない私の背中を押してください。もう名前の癖からしてダンスうまいでしょ。イリチル沼の底のカホさん、頑張ってください。ダンス全然遅くないです。大学生からでも僕も高校1年生から始めたんでね、
全然遅くないです。まあどういうジャンルのダンスを習ってるかは分かりませんが、ダンスってもうこれもめちゃくちゃ持論だけど、そんなに上手くなくても大丈夫。そうもう心の底からこうめちゃくちゃさいるじゃん。めっちゃダンス下手だけどさ、こう楽しんで踊ってる人めちゃくちゃいるから、ダンスやりたい、楽しいっていう気持ちがあるならぜひやってください。全然遅くないです。頑張ってください。入り知る沼の底のカホさん。はいということで、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームケイトさん、こんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。休みが明け大学が始まってしばらく経ちましたが、勉強のやる気がなかなか出ません。そうだね、勉強ってなんてあんなやる気出ないんだろうね。だっていつも今日はやるぞと朝はなるのですが、どうしても途中で集中力が切れて携帯をいじったりしてしまいます。ゆうたくんだったらこういう時どうしますか？またゆうたくんが学校に通っていた時はどんな勉強法をしていましたか？教えてください。そうですよね。なんか休み明けって特にそうだよね。なんかこんなに休んだのに勉強やりたくねえっていうね、なかなかありますよね。なんかでもね、俺は結構メリハリあるタイプだったのよ。そうで、集中力が結構長続きするタイプで、学校の勉強も、めっちゃ普段は全然やらないけど、こっからここをやるっていうのをもう決めたら結構やるタイプで、だから学校の時はどういう勉強法をしたかというと、テスト1週間前ぐらい、だから3日前とかでもいいよ。3日前とかちょっと自分の余裕のある日数を置いて、国語何時間、英語2時間とかを書いていって、で俺が好きだったのはやったら消していくのよ。で快感があるのよ。その勉強してて、今日も俺頑張ったな、頑張ったなっていう、なんか消していくっていう作業をやってたのね。だからそれめちゃくちゃいいと思うよ。なんか勉強ってなかなかこう目に見えるもんじゃないから、やって達成感だ、結局さ、何かをやるのってさ、達成感が欲しいからやるわけじゃん。もうやらなきゃいけないこともあるけど、仕事もそうじゃん。なんかやって達成感があるからこうやるわけじゃん。だから自分の中で自分は何をしたら達成感を感じれるのかっていうのをちょっと研究して勉強したら楽しいと思うよ。頑張ってください。集中力は切れるのは仕方ないのでね、休みながらゆっくりやったらいいと思います。ケイトさん、大学勉強頑張ってください。応援してます。はい。それでは、僕ら NCT127 のナンバーをここでお届けしようと思います。NCT127 でロングスローディスタンス。Yuta at home。インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でロングスローディスタンスでした。はい、じゃあユーターズパワープレイに行こうと思います。今週のユーターズパワープレイはですね、練習生の時にすごいたくさん聴いていた曲ベスト3をみんなに紹介していこうと思います。じゃあ早速ですが、ナンバー3はミグエルのパイナップルスキンズですね。この曲はですね、マークにね紹介してもらったんですよね。なんかいい R&B ないって言った時に、ミグエルめっちゃいいよって言ってミグエルを紹介してもらって、なんか友達みたいになってるけど、そのミグエルさんの曲を紹介してもらって、でそこから聴くようになって、練習生の時はすごいよく聴いてましたね。そしてですね、ナンバー2はクリス・ブラウン Turn Up the Music ですね。もうこの曲はめちゃくちゃ有名ですよね。なんか歌って踊れるアーティストを目指している方って絶対クリス・ブラウンを通ると思うんですよね。僕もクリス・ブラウンめちゃくちゃ好きです。今も聴くし。でその練習生の時に
この曲はね、練習生の時って結構ね、夜中遅くまで練習してたりするのね。でその時ってやっぱり集中力も切れてくるし、なんか疲れてこうストレスも溜まってくるから、そういう時にバッてテンション上げたい時に一人でガンガン練習してね、ちょっとだけライトパッて一箇所だけ明るくして、この曲を流して自分がダンスして、クリス・ブラウン風に自分はクリス・ブラウンだっていう、ちょっと何言ってるか分かんないねすいません。まあそういう曲です。ナンバーワンをジェフ・バナットのグルービン。この曲もですね、もうすっごい聴きました。なんでかっていうと、練習生の時に怖い先生がいたのね。で怖いダンスの先生がいて、でその先生のダンスの振り付けでこの曲だったのよ。この曲当時韓国でもすごい流行ってて、でなんかこの曲はちょっとトラウマ半分好きだった半分みたいな感じで、曲はすごいんですよ。曲はすごいんですけど、すごい思い入れのある曲で、まあ、先生がいたからダンスね、ここまでできるようになったんだろうなと思うんですけど、このね3曲から2曲をみんなにお届けしようと思います。どうしようかな。じゃあいきます。クリス・ブラウンのターンアップ・ザ・ミュージックとジェフ・マーナットのグルービン。インターFM897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。メッセージもたくさん届いてますので紹介していこうと思います。ラジオネームゆかさん。ゆうたくんこんばんは。こんばんは。2月5日のラジオめちゃくちゃ面白かったです。例のやつね話変わるんやけどさ、赤ちゃん言葉ってチューをつけたらよかったんだね。何をさせられてんねやろうと思ってたけど、そういうことねって思ったわ。ゆうたくんのジャニーさんとのエピソードやモノマネが可愛すぎました。はいはい。意識してなくてもゆうたくんが面白くて可愛くてやばかったです。ありがとうございます。改めてずっとゆうたくんのラジオが聞きたいです。ぜひゆうたくんのラジオを継続してほしいです。いつも楽しませてくれてありがとう。予定が忙しいと思いますが、心身ともに健康でゆうたくんがいれますように。ありがとうございます。ゆかさんめちゃくちゃいいこと言ってくれるな2月5日のねやつ俺もちょっと聞いたんだけど、一番面白かったって言われて、母と父も聞いてくれてたのかな。でやっぱね、可愛いとか面白いって言ってくれるけど、やっぱね自分では聞けなかったね。鳥肌が立ちすぎて。でもみんな好きだったらもう一回ああいうゲームねやってみてもいいかもしれませんね。赤ちゃん言葉と早口言葉練習しておきます、僕も。でね、やっぱりね、俺のファンの子ってやっぱりいい子しかいないんだよな。いつもね俺の心配をしてくれてて、本当にお母さんより、俺のおかんより俺のこと心配してくれてるファンの子がねめちゃくちゃいますね。早くそういうファンのみんなに会いに行きたいですね。ということで次のラジオネームスカイブルーさん。ゆうたさん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。ゆうたアットホーム毎週欠かさずに楽しく聞いています。去年2月の NCT127 の武蔵野のコンサートからもうすぐ1年になりますね。1年なのね。オフラインライブ大好きな私ですが、ビヨンドライブ NCT や NCT127 ゆうたさんのパフォーマンスやコンテンツ、そしてなんといってもゆうたアットホームで心が癒されてエネルギーをもらっています。ファーストラブはよく口ずさんでいて、ライブで聴いたら盛り上がるだろうなと想像しています。ラブホリックはインリーチルの音楽、ゆうたさんの声に期待して2月を乗り切りますよ。どうぞゆうたさん、スタッフの皆さん、リスナーがみんな元気で過ごせますように。もう感動するよね。スカイブルーさんありがとうございます。ゆうたと心が癒される。なんかそれこそがさっきさ相談にあったさ、俺がこのラジオをする意味だよね。達成感だよね。なんかこういう言葉をもらうたびにやっててよかったって思っちゃうよね。だってさ、俺進行が別にそんなうまくもないしさ、口下手だからさ、その紹介とかもうまくできないわけよ。できないんだけど、そういう俺をこう好いてくれてるファンのみんながいるっていうのはすごい力になるし、心が癒されエネルギーをもらってますとかね、そういう言葉をいただくと、やっぱ俺やっててよかったなって思いますね。このラジオありがとうございます。
みんなもね、スカイブルーさんとゆかさんも体には気をつけて、またね、日本で会いましょう。メッセージありがとうございます。それでは、もう最後か。今週のラストナンバーを紹介しようと思います。今回ね、1年10ヶ月ぶりに発売された日本アルバム、セカンドアルバムね、リード曲のギンミーギンミーをみんなに最後お届けしようと思います。それでは NCT127 でギンミーギンミー。お送りしたのは NCT127 でギンミーギンミーでした。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。どうでしたか皆さん。いやー、やっとですね。でもね、アルバムもうみんなの手には届いてると思いますけど、これから多分ね、どんどんこうその日本で何か活動する機会が増えていくと思うので、そこら辺すごい期待してほしいなと思います。そしてですね、やっぱり最後に読んだメッセージは今日はちょっとグッときました。ありがとうございます。本当にこれだけは言っときたいね。俺も人間だからみんなと一緒よ。悩んでることも一緒だし、できないことも一緒だし、で何よりやっぱりユータアットホームのリスナーさんはみんなをね思いやる気持ちがすごいたくさんありますね。愛だわ、愛。今回のアルバムの愛が届いてるね、ちゃんと。みんなよくやった。ありがとう。これからもね、その温かい気持ちをね、周りの人だったりたくさんの人に分けてあげてください。ということで、さて話がパッて変わっちゃったね、ごめんね。さて、そんな皆さんからの声が、届きましてですね、2月までの期間限定でスタートしたこの NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、あと1ヶ月、3月までの放送延長が決まりました。ありがとうございます。もう嬉しいね。2月までって俺もね、正直短いなって思ってたのよ。で、初めラジオ、さっきも言ったけど俺めちゃくちゃ口下手だし、ラジオなんか一人でできるかなって思ってたんだけど、やっぱりね、こうみんなの応援だったり周りのスタッフさんのねサポートだったり、でこうやっていくたびにね、こう面白くなっていくので、1週間ね、金曜日をね待つ自分がいたの。それもすごい不思議だなと思ったんですけど、でなんとかやれないかなと思ってたんですけど、こうやって1ヶ月、延長いただきました。ありがとうございます。ゆうたみからのね応援が本当にあってこその延長だと思うので、皆さんこれからも、ゆうたアットホーム応援よろしくお願いします。そしてですね、みんなに募集したいのが一つあって、ユーターズパワープレイのお題ですね。3月はもっとみんなとつながってこう聞いてくれる人みんなでいろいろなことを共有したいと思うので、ユーターズパワープレイのコーナーはですね、ゆうたみのみんなとパワープレイを共有したい。なんかもちろんね、俺がそのみんなに届けたい曲だったり、そのおすすめの曲っていうのは紹介していくんだけど、なんか思ったのは、なんかもうちょっとこうみんなリスナーも参加型でなんかできないかなと思った時に、やっぱりこのゆうたみのねリスナーのみんなはほら感受性豊かだから、もっとね俺よりすごいいい曲知ってるんじゃないかなと思って、なのでね、3月はゆうたみのパワープレイもしていこうかなと思うので、皆さんね、なんか思いやりのある曲だったり、この歌詞が良かったとか、なんかこのリズムがいい曲がこういうのあるよとか、このアーティストさんおすすめだよっていうのがあれば、ぜひ紹介してほしいなと思います。改めて番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。まだまだ僕とラジオで皆さん一緒に遊びましょう。それでは来週もインターFM897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それではみんないってらっしゃい。バイバイ。おやすみ。